さん、こんにちは。ラーナです。今日ですね、新幹線じゃないんですけど、電車に乗って、これから千葉の御宿に向かいたいと思います。千葉ですごい昔からあるの有名な酒蔵さんがあって、今日はちょっと日本酒作りの動画を撮っていきたいと思います。はい、皆さん、やっとたどり着きました。どこだと思いますか？はい、今回ですね、岩瀬酒造さんに来ています。今日の撮影はすごい楽しみです。これからも日本酒の作り方だったりとか、あと日本酒飲んだりとか、いろいろいい一日になると思います。はい、皆さんもぜひご一緒に楽しみましょう。酒造りって初めはお米じゃないですか。で、玄米を精米します。で、精米した後、洗米します。お米は洗います。お酒に使ってる米と、はい、食べる米のサイズも結構違うんです。食べるお米より大きいです、粒が。だから30%削ってもだいぶいい感じですね。はい。で、これからそのお米を洗うことをやりますので、10秒前に来て。はい。4、3、2、1、はい。4、3、2、1。しいただきます。洗米し終わった後、お米に水を吸わせる作業ですね。このお米に関しては22分ぐらいを予定しています。ただ、他の大吟醸とかそういったお米はもう5分とか、6分とか限定吸水させています。何分間に吸水させるんですか？お米に水を吸わせる。お米の水分をめがけてカビがこういくんですね。はい、食らいついていく。そのために水分は必要なので。水分がたくさんあった方がつけやすい。そうなんですけど、そうすると、こちらが望んでない麹が出来上がってしまうので、だいたい数値を決めて、それに合った数値に合わせるように目で見て、こんくらい吸ったら OK だっていう感じで引き上げる。それがだいたい22分ぐらいのお米になりますね、こちら。はい。洗米をして、浸積をして、揚げた数が13キロ。どれくらいの厚さで蒸すんですか？何度ぐらい？蒸気の温度が170度ぐらい。結構量が多いと均等に蒸気が上がってくれないので、上がってもらいたいんですけど、少しこっちが求めてる米とは違うお米ができる時もあります。あと湿度。今日なんか暑いじゃないですか。だからそういう時は少し
あれっていうやつが。あー、なるほどですね。ちょっと変な質問ですけど、これも普通に鮭の専用ご飯もこの蒸したら食べれるんですか？食べれます。はい。酒専用の米を食べてもあまり美味しくないんですよ。食べるお米ってすごい味わい深いじゃないですか。そうですよね。はい。味が噛めば噛むほど味が出てくるじゃないですか。けど酒米っていうのはタンパク質自体が少ないんですよ。食べるお米に比べて。で、なぜ少ないかっていうと、出来上がったお酒が結構味が多くなっちゃうんですね。食べるお米で。で、それをあまり良しとしないので、酒米はどちらかというと綺麗な味わいになる。はい。触ってみます。すごい熱いです。あ、硬い。なるほどですね。外気が低いとお米結構すぐ冷めるんですけど、今暑いじゃないですか。だからなかなか冷めないんですよ。話聞こえました。軽めですね。これが種切りっていう作業ですね。お米に麹カビを付着させて麹にする。で、明日の朝これが今 32.6 度ぐらいなんですけど、明日の朝35度ぐらいになってると思うんですよ。はい、高くなってるんですね。
朝35度なんですけど、一回これを米粒一粒ずつにしちゃう。それでパラパラにしてここに入れてあげると32度ぐらいになるんです。でそれを32度ぐらいになって昼過ぎぐらいに36度7度になります。また入ってきて手を入れてあげて37度あったやつを2度ぐらい落としてあげる。35度になる。で35度からまた38度9度ぐらいになったらもう一回手を入れてあげて温度を下げてあげる。そうするとカビがもうどんどん増殖して繁殖していって、麹になっていく。こちらです。すごい。もうマスク開けてちょっとほんのりから。すごい。この形なんだ。マスク開けてもう顔近づけると匂いがそのいい香りがすごくめっちゃいい香り。いい香りしますね。そうなんです。これ日本酒だととてもうまいんですよ。そうなんですね。これをそう絞っていくんです。お酒が絞ってる時がやっぱり一番僕らその嬉しさとっていう安堵感というか、それが美味しかったらなおさらいいんですけど、このお酒も、45日ぐらいかけて作ってるので仲間じゃないですけどなんかそんなちょっと愛着が湧くわけですよ。だからやっぱりその美味しく出来上がってくれっていうのが本音というか、はい。